実験大好き MNF です。今回は永遠のテーマ、開局あるあるの第2弾となります。最初のアンテナどうするか。これについてね、ちょっとお話しさせていただければと思っております。無線機より選び方はね、非常にこれ重要になってくると思います。設置できなければもう意味がないと。無線機ですとね、どうにでもなると思うんですけど、アンテナだけは場所食いますので、これね、どうにか解決しないと前にも後ろにも進まない問題になるんじゃないかなと思います。アンテナの設置ですけど、もう年々ね、やりにくい。全てにおいて昔よりやりにくい時代になってきたんじゃないかなと思います。で、今回ね、一般的な考え方、ざっとだけね、ご紹介させていただければと思います。売れているアンテナだから飛ぶと言いたいところなんですけど、やっぱりね、ここにも書いてあるんですけど、やっぱ飛ばないものも混じってることは結構あると思います。売れてるから絶対飛ぶのかっていうと、中にはね、ニーズがあるから売れてるんだって、飛ぶと売れるっていうのはね、直接関係のない場合もありますので、この辺はね、このちょっと動画を見ていただきながら、なんとなく感覚で掴んでいただいたり、OM 各局とかね、ハムショップの方にも直接質問すればある程度は答えていただけるようなね、内容じゃないかなと思っております。で、飛ばない基準はね、これ申し訳ないです。やっぱ個人差が大きいと。先ほどもね、飛ぶ飛ばないっていう方をお話しさせていただいたんですけど、この飛ぶ飛ばないの基準っていうのは本当ね、もう個人差が激しいと思います。運用周波数ですよね。目的、設置場所によっても選択肢が全て異なってくると。2メーターやりたい、7メガ。もうこれだけですね、波長全然違います。ですので、やりたいって言うても要求しているようなね、もう設置場所の条件も全く異なってきますので、この辺はね、おいおいね、説明していきたいなと思います。市販のね、商品ものすごく増えてきたとは思うんですけど、選択できる幅っていうのはね、狭いかなと私は思っております。アンテナはとにかく奥が深い。設置できてもね、電波が飛ばなかったらどうしようもありませんのでね、飛ぶ飛ばない、価値観の問題もあるんですけどね、とにかく奥が深い。アマチュア無線ね、やってる間一生ね、迷いに迷っていく分野、これがね、無線機以上にアンテナじゃないかなと思っております。代表的なね、アンテナの注意点、これについて説明させていただきます。ダイポールにもね、いろんなものがあると思うんですけどね、普通の、フルサイズのダイポールアンテナ、これ普通のダイポール、まさにこのアンテナからスタートしております。古典的なタイプなんでね、電線を使うと、要はアルミパイプとか使わないと。で、材料集めもね、基本この後のダイポールっていうのは結構皆さん自作された方多かったんじゃないでしょうか。材料だけですからね、今でも半分材料キットみたいな形で売られてて、最後はね、マストとか用意しないとはいけないとは思うんですけど、HF においては非常に扱いしやすいアンテナだと思います。で、50メガ以下の周波数。2メーターね、ちょっとダイポールじゃ力不足かな。変波の問題もあるのでお勧めできないんですけど、50メガ以下の周波数ではね、ぜひともね、一度使っていただきたいと。別に材料はアルミパイプの必要性全くありません。本当にね、導線、アルミ線とか使えますので、ぜひともね、会話使っていただきたいアンテナ。どの OM さんにも言われてもね、使うチャンスがあるようでしたら、ぜひとも使いなさいってね、多分指摘受けるようなアンテナじゃないかなと思います。地上高が本当は一番重要や。具体的な例なんですけど、地上高1メーターのフルサイズのアンテナよりも、地上高10メーターの 70% に短縮されたアンテナの方が飛ぶかもしれないんで、あくまでもね、フルサイズが飛ぶって言いましても、地上高の関係、ものすごくあります。この辺がね、非常に選択の幅、難しくしている問題だとは思うんですけど、ぜひともね、この地上高の問題っていうのもね、頭の中にね、入れていただきながら見ていただければと思います。ノンラジアル GP、視聴者の方からもやっぱり注意しないといけないよっていうご指摘を受けてたと思うんですけど、私もね、同じ意見っていうんですか、非常にね、このアンテナ便利いいです。もう私もモービル関係ですとね、間違いなく車に傷もつけれない、アースも取れないですので、2メーター430は間違いなくね、ほとんどの方がこのノンラジアル GP 使ってるんじゃないかなと思います。で、これと近いやつがね、スレップライクタイプ。ちょっとね、これ諸事情があって、スレップって名乗ると問題があるからっていうと、結果的にライクっていう名前がほとんどメーカーさんついてるんじゃないかなと思うんですけど、ノンラジアル GP を90度傾けてるような形。このタイプもね、メーカーさんからもね、市販されてるんじゃないかなと思います。見た目はね、ものすごくシンプルでグッドなんですけど、動作は強いて言うと不安定。動作につきましてはね、先ほどのダイポールに比べるとものすごく不安定な傾向が強いアンテナとなっております。2メーター430メガ帯のモービルホイップにつきましてはね、ほぼもうノンラジアル GP しか選択できないとは思っております。ノンラジアル GP というのは設置は楽なんですけど、全体的な傾向です。上げ方によっても異なるとは思うんですけど、性能はね、同じエレメント調のアンテナと比較して性能が高いかというと、性能が低めに出ることが結構ありますので、結構ね、ご注意いただければと思います。固定等とかでしたら、144メガ以上でしたら、4分の1ガマダの GP、
ちょっと商品名言うて申し訳ないんですけど、ある意味アローラインのようなアンテナですよね。あのようなもの、要はラジアルがはっきりとついてるアンテナおすすめいたします。これはね、やっぱりシンプルなアンテナほど使っててもね、それなりの飛びっていうのが実感できます。とりあえずね、最初はラジアンのあるアンテナ使えるようでしたらね、モービルは先ほど説明したように無理だと思うんですけど、固定はね、ぜひともラジアンのあるアンテナから入門していただいた方が楽しめるんじゃないかなと思います。横にしたりスウェップにつきましてはね、できれば HF、皆さん使ってる方も多いと思うんですけど、貼れるようでしたらダイポールの方がいいです。貼れない時はね、やっぱりスウェップの利便性、端から給電できるっていうのはすごくメリットがあるんですけど、使えれるようでしたらね、どちらが使った方がいいのかってね、はっきり言いますとね、ダイポールの方をね、できるだけ選択していただければと思います。垂直系ロングワイヤーアンテナ、一昔前、もう3昔前ですかね、バーチカルアンテナと基本はかなりニアリーだと思います。まさにこんな構造ですよね。エレメントがあって、オートアンテナチューナーを下に置いてアースをする、重要なんですけどね、アースをする、これがね、皆さん結構今使われている方多いんじゃないかなと思います。30年ほど前はね、使ってる方っていうのは非常に少なかったと思います。正直言いまして、古くて荒々しいアンテナじゃないかなと思います。その理由なんですけど、オートアンテナチューナー、ボタンをパチンと押したりカチャカチャカチャって音すると思うんですけど、チューナーの普及とともに普及していったアンテナになります。ダイポールよりも逆にこのアンテナ身近な存在じゃないかなと思います。エレメント 5m あれば斜めが結構飛ぶんじゃないかなっていうご意見の方多いと思います。私もね、5m、周りの条件もあると思うんですけど、5m あればね、なんとか飛ぶ部類のアンテナになるんじゃないかなと思います。ご注意いただきたいのが、アース次第で性能が本当に変わります。このアースがものすごくロングワイヤーアンテナ重要になってきます。で、このアースの問題なんですけど、SWR の値だけでは全く評価できません。正直言いまして。例えば SWR が1だからアースが取れてるのかっていうと、アースの関係と SWR の関係ニアリーじゃありませんので、 SWR だけではね、アースの状態っていうのが評価できないのがこのアンテナ一番難しくしている問題になっております。自作のね、手動式チューナーよく使ってるんですけど、手動式のチューナー使ってますとね、アースの効きが悪いとすぐに気づきます。L とか C とかその他周りの調整手でやりますので、いつもとおかしいなと思うとね、すぐ気づきますのでね、手動ですとね、アースと関係なんとなく分かってくるんですけど、自動でボタンで押しますと全く気づかないんで、オートアンテナチューナーによって普及したアンテナですけど、逆に普及することによって問題を抱えてしまったアンテナでもあるのがね、ロングワイヤーアンテナじゃないかなと思います。皆さんよく使っているアンテナだと思うんですけど、実は相当難易度が高いと思います。とにかくアースの処理に始まり、アースの処理で終わるぐらい。このアンテナはアースの次第で性能が大きく異なってきます。利用目的が結構広い、サブアンテナとして使われている方もおれば、メインに使っている方もおられると思います。人によって評価っていうのは非常に分かれると思います。当然ね、使っているアンテナが 4L、5L のやけの方から比較するといまいちですけど、いろんなバンドに出れますので、利便性が高いと思えばね、評価が上がってくる。飛ばないアンテナだっていう方のね、ほとんどがね、やっぱこのアースの処理に失敗している事例たくさんあるんじゃないかなと思います。モービルホイップ、設置はね、モービルホイップっていうのは簡単ですよね。ものすごく取り付け金具っていうのも、モービルって言いながらでもいろんなね、やっぱりマンションとかでもアパートとかでも設置しやすいようにね、いろんな金具が販売されてます。注意していただきたいのが、モービルホイップ原則論、車は走行するための制限っていうのがありますので、アンテナの長さもね、各メーカーさん当然制限して作っております。エレメントの長さが規制されてしまいますので、その時点でやっぱり電波の飛びについてはね、やっぱり問題抱えちゃうことが結構多い傾向だと思います。やっぱエレメントが短いんでね、飛ばないでいきますと短い分不利になります。この中にはロンラジアル GP も含むっていうことでね、やっぱモービルホイップを固定とかに転用される時にはね、一番しやすいのは間違いないんですけど、あらゆる面でもね、メリットデメリットとなりますと、デメリットが結構多い部類だと思いますのでね、設置できない時にはもう仕方ないと思うんですけど、設置が可能でしたらもう少しね、幅広くアンテナ見ていただければと思います。短縮率の高い多バンド GP ダイポール、これも非常に今増えてきている。ただ短縮率が 50% 以上の、周波数ですよね。 50% 超えた周波数はあまり飛ばない可能性が高いと思ってね、ご購入いただければ正解だと思います。で、調整が少し面倒。ただ最近はね、
針1000本みたいになってるタイプが増えてますので、昔に比べますとね、調整は比較的楽になってきてるんじゃないかなと思います。このタイプ使われてる方のかなりの方がね、ロングワイヤーアンテナに置き換えてる方も結構多いんじゃないかなと思います。ロングワイヤーアンテナよりアースで泣くことはないと。共に GP ダイポールですので、アース側のエレメントがありますので、アースで泣かされることはね、あまりない傾向じゃないかなと思います。マグネチックループ、ダイポールアンテナや GP、であとはロングワイヤーなどを使った後に使うんでしたら非常にアンテナ、面白いアンテナだと思います。良い点、悪い点がね、見極められるようになってから使った方がアンテナはね、使ってみて楽しみが倍増するっていうんですか、最初の1本とから使うのにはちょっときついのかなと個人的には思っております。で、今回のまとめになります。で、まずはやっぱり基本のアンテナから使いましょうと。当然設置できるできない問題もあるとは思うんですけど、まずはね、基本となるアンテナから使っていただいて体感すること、これが一つの基準になっていくんじゃないかなと思います。できればローカル局さん、ローカルの局長さんでね、設備を見せていただける方がいるんでしたらね、ぜひとも現地に訪問して見せていただく、これ非常に勉強になるんじゃないかなと思います。具体的な番号をちょっとだけ振っときます。できればね、ちょっと意見合わないとこもあるのかもしれないんですけど、アンテナが設置できるようでしたらやっぱりね、1から2バンドぐらいのダイポール GP ですね。できれば短縮率の低いものご購入いただくのが一番のベストじゃないかなと思います。2番目はね、私もちょっと迷ったんですけど、多バンド、高短縮であってもダイポール GP の方が最初はいいんじゃないかなと思います。で、3番目がね、やっぱりロングワイヤー。もうこれは多くの方がもう今実際に使えてますので、ロングワイヤー。ただ、アースには十分注意していただきたい。ここ本当に重要ですので、アースだけは注意していただきたいと。ノンラジャル GP ですよね。モービルホイップも含めるんですけど、そういうのも設置できない場合は選択肢として残す必要はあると思うので、どうしても仕方ないときはね、ノンラジアル含めて、モービルホイップ含めてね、もう使っていただくしかないんじゃないかなと思います。アンテナ選びなんですけど、設置場所から始まるのか、こんなアンテナが使いたいからっていうところから始めるのか、運用スタイルですよね。どんな運用、国内、海外とかね、どんなバンド、運用モードでしたいかによっても、使いたいアンテナっていうのは変わってくると思います。固定、マンションがダメなら、もう場所がなくて運用できないような場合でしたら、車や移動運用、視野に入れていただきながらアンテナを選んでいただくのも一つの手だと思います。どうしてもね、この2点からアンテナを選ぼうと思ってしまいますと、相当の制約になるんじゃないかなと思います。無線機もね、ちっちゃな無線機でもオールボード、オールバンド、大量の無線機がもうすでに発売されております。で、電源環境もね、リチウムイオン電池含めて非常にね、性能のいいものが、傾向性のいいものが手に入るようになりました。車の車内もね、広くなるような傾向じゃないかなと思います。自分でね、評価する。これ結構重要だと思います。できればね、そういう行為を実験と思っていただければ、アマチュア無線の楽しみがね、倍増していくんじゃないかなと思っております。実際に設置場所の影響も強く受けるところですけどね、アンテナについて、ざっとしたね、一般論語らさせていただきました。またね、この辺につきましては、運用方法、電源、そういうところも交えながらね、また2回3回形変えながら最新情報をご提供できればと思っております。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。